はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、6BA プラス2プレイナーのハイブリッドモデル、ベーカーです。ヤンインから登場した期待の新作ハイエンドモデルですね。またすごそうなのが出たね。名前がベーカーってことは、もしかしてあの有名な探偵さんがモチーフなのかな？そのようだね。今回のベーカーは、リスニングディテクティブ、聴覚の探偵っていうコンセプトで作られているようだ。音の細部を事件の証拠みたいに暴き出す、そんなイメージのモデル。探偵だなんて、なんだかワクワクしますね。具体的に音を暴き出すってどういう仕組みなんですか？心臓部に新開発の8ドライバーハイブリッドシステムが搭載されている。低域用に2機、中高域用に6機、そのうち6機がソニオンの BA ドライバーで、残りの2機がプレイナードライバーという構成。フル BA じゃなくプレイナーを2機ミックスしてるところがトレンドっぽいね。6機の BA はいわば高性能な虫眼鏡みたいな役割。バイオリンの弦が擦れる微細な音やボーカルの唇の動きまで正確に捉える。それを2機のプレイナードライバーが作る広大なサウンドステージの中に配置していく。まるで探偵がパノラマ写真を見渡すように自然で広い音の景色が広がる。なるほど。ただ音を出すだけじゃなくて配置まで計算されているんですね。数値的にも実味率がわずか 0.3% 以下。これはプロ向けのモニタリングにも耐えられる精度ですよね。そうだね。耳の妖精としてはそういう純粋な音は大好物だよ。でも中身がすごいだけじゃなくて見た目も結構おしゃれだよね。そうなのよ。このグレーメタルの筐体、すごく落ち着いた質感で素敵。筐体に航空機グレードアルミニウム合金、パネルにダマスカス鋼が使われていて、光の当たり方で模様が浮かび上がるんです。このデザインも実は音質に貢献しているんだ。アルミニウム合金のキャビティは単に丈夫なだけじゃなくて音響的な防音質の役割を果たしている。外部の干渉を抑えて共振を防ぐことでさっき言った正確な音を実現しているんだ。見た目がかっこいいのは探偵の道具として大事なポイントだよね。使い勝手の面ではバンドルケーブルがプラグ交換式で 3.5mm と 4.4mm を簡単に切り替えられます。さて、ここからは波形も見ながらになるね。比較モデル、実は価格帯とかドライバー構成の面でちょっと悩んだんだよね。確かにベーカーはハイブリッド構成ですし、どのあたりのモデルと比べるのか迷いますよね。それで結局どうしたの？ベーカーはハイブリッドだけど低域の担当が BA だから、今回はフル BA モデルと比較してみることにしたよ。なるほど。低域が BA であるという共通点に注目したんですね。まず同じブランドのヤンインカルメン片側 10BA モデル、そしてもう一つはレッドショアーミスティック8、こちらは片側 8BA のモデルだよ。おお、どっちも強そうじゃん。片や10個、片や8個、全部 BA っていうのはベーカーの構成とも近い視点で比べられそうだね。低域を BA だけで鳴らすモデル同士の比較は興味深いですね。BA らしいレスポンスの良さがどう違うのか楽しみです。そうだね。音調整の基準はベーカーにして音収録した。はい、それじゃあサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。
はい、サウンドチェックでした。ブルーの波形のベーカーを基準にすると、今回の比較モデルが個性的なのがよくわかる。ピンクの波形のカルメンはベーカーと同じくらい低域が出ていますが、広域の山がもっと高いです。逆に緑の波形のミスティック8は低域から中域までがすごく平らで、中高域から高域がよく出ていますね。これだけ形が違うと音も全然別物になりそう。それぞれの特徴を簡単にまとめてみたよ。まずヤインカルメン、ソニオン製 BA を10機使った贅沢な構成で、とにかく音がパワフルでエネルギッシュ。グラフで見るとベーカーに似た強烈な低域を持ちつつ、広域の主張も激しい派手なサウンド。見た目も紫色の宝石みたいで、ボーカルをガツンと聴きたい人にはたまらない1台。10個の BA が入っててこのパワーはまさにフラッグシップって感じだよね。もう一方のレッドショアーミスティック8は全然違うタイプなんでしょ？そう、こっちもすごいよ。チタン筐体の中に独自の物理フィルターを積んで BA の正確さを極限まで高めたモデル。音色は徹底してニュートラル。色付けをしない透明感のある音が最大の武器。低域はベーカーに比べると控えめだけど、その分一音一音の輪郭がすごくくっきりしてる。探偵のベーカーに対して情熱のカルメンと精密のミスティック8、同じタトラ BA 系でもメーカーの考え方でここまで差が出るんですね。それじゃあベーカー実機を聞いた印象を話していくよ。まず驚いたのは低域の存在感。波形でも見た通りボリューム感たっぷりで、特に100から 200Hz あたりが他の2モデルに比べてもかなりの存在感なんだ。やっぱり低域のパワーはすごかったね。でもそれだけ出ちゃうと他の音がうずもれたりしないのかな？そこなんだよね。量感がある代わりに少しだけ改造感が犠牲になっている気もしたかな。個人的な好みで言えば低域の出方はカルメンくらいの方がバランスがよく感じるかもしれないね。なるほど、パワフルさと改造感のトレードオフですね。中域から低域にかけてはどうでしたか？ここがベーカーの面白いところでね、リファレンス曲でマリンバの音の出方で判断することが多いんだけど、すごく分厚くて深みがあった。ただ音数が多い曲とかテンポの速い曲だと少しもさっとした感じが出ることもあるかな。ゆっくり情緒的に聴く曲にはかなりいいよね。じゃあボーカルはどうなの？中高域は今回の比較の中では一番控えめだよね。ボーカルを最優先で聴きたいならカルメンの方がベターだと思う。ミスティック8もボーカルは目立つんだけど、あっちは低域とのバランスもあって少し明るすぎる感じがしたんだよね。明るすぎると耳が疲れちゃうこともありますもんね。ベーカーの控えめな中高域はデメリットだけじゃないんでしょ？その通り、しばらく聴いていると耳が慣れてくるし、刺さるような刺激がないから長時間の視聴にはこの3台で一番向いてる。7キロ付近のピークも控えめだからシンバルの音がうるさく感じないのもいい。あ、それいいかも。シンバルがシャカシャカ刺さるのは苦手な人も多いもんね。もし物足りなさを感じたら中高域から高域を EQ で少し持ち上げてみてほしいな。自分好みに調整できれば敵なしになるポテンシャルを秘めているよ。超高域に関しては2機のプレイナードライバーが効いているからだろう。比較の中で一番伸びている。そこはさすが最新のハイブリッド構成ですね。低域がしっかり出ているのに音が混ざり合わずに別の階層で鳴っている感じがするのは分離感がいい証拠ですね。比較せずにパッと聞いた時の第一印象がすごく良くて、音楽を聴くのが純粋に楽しかった。結論としてこのベーカーは低域が好きな人、高域のきつさが苦手な人、そして長時間どっぷり音楽に浸かりたい人に自信を持っておすすめできる1台だよ。日常のリスニングを数ランク上の体験に変えてくれる、まさに探索ギアとしての実力を感じました。ジャックさんの感想を聞くとますますベーカーの凄さが伝わってきますね。単に音を聞くだけじゃなくて音の背後にある感情を検知させてくれる。それがこのベーカーの真骨頂なんだろうね。はい、ということで 6BA プラス2プレイナーのハイブリッドモデルヤインベーカーのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。